はい、皆さんこんにちは。ゴーイソブのマサです。今日はですね、7月に買った釣り具9点を紹介したいと思います。はい、改めましてこんにちは。ゴーイソブのマサです。もう8月の末にかかってきてるんですけど、7月に買った釣り具9点をですね、今日紹介したいと思います。購入自体はですね、7月に買っていたんですけど、ちょっとコロナの関係で日本からオーストラリアに輸送するのに時間かかってしまって、8月の末になってしまったっていう形になりました。それではですね、まず1点目から紹介していきたいと思います。はい、1点目なんですけど、こちらのスタジオオーシャンマークのオーシャングリップ OG2920HD というモデルになります。こちらはですね、ビッグゲーム用の、フィッシュグリップになっていて、重さがまず 246g ですね。これでスケールがついていて、マックス 20kg まで測れるようになっています。でこれを購入する前にいろいろ検討してたんですけど、ボガグリップの130とかですね、いろんな方の意見を聞いて、かなり重いという、話を聞いていたので、最終的にですねいろいろ悩んだ結果、スタジオオーシャンマークのこの OG2920HD っていうモデルにしました。はい、でこのフィッシュグリップなんですけど、ドラグセット機能というものがついているようで、これは特許取得済みの機能のようですね。読み上げるとですね、使用する PE ラインの号数をマーキングに合わせれば難しい計算なしにドラグセットが可能というふうに記載が書いてありました。あと他にはですね、ハイパーワンウェイカムという機能で、ランディングした魚を落とさない必須機能であるストッパーはスプリングパワーに頼らないカム方式を採用して、従来のモデルと比較して2倍以上の、グリップパワーを実現しているというふうな記載があります。でですね、この、開閉口なんですけど、今測ったところですね 36mm ですね。ここからここまでが 36mm っていうふうになっていました。はい、2品目がですね、こちらのシマノのパワープライヤーになります。モデルが CT562P というですね、ブラックカラーのパワープライヤーになっています。このパワープライヤーなんですけど、リングがですね、シャープ5から11番という大口径の、スプリットリングを開くのに、適しているモデルになって、実は自分もう一つ持っていてですね、1個は現場に持って行っていて、もう一つはちょっと部屋用に置いていきたいなということで、もう1個は購入したという形になっています。でこのパワープライヤーなんですけど、当然、スプリットリングを開く、力が十分にあるんですけど、プラスですね、ここのところでですね、PE が切れるようにもなっています。もう1回使っているんでね、もう使いやすいことは分かっているので、今回2個目として購入をしました。はい、でこの特徴なんですけど、ここのですね、ちょっと見えるか分かんないですけど、このプライヤーのとこが平らではなくて先端がちょっと斜めになってるんですね。なので、スプリットリングを開く時とかですね、ルアーを装着する時、この傾斜がついているので、ルアー等の取り外しだったりとかフックの取り外しに向いているプライになっています。はい、3点目なんですけど、こちらのワタチャンプのボビンワインダーになります。これで何をするかというとですね、 PR ノットを作る際の、ツールとなっています。今自分はですね、メインで使っているノットは FG ノットになっているんですけど、ちょっと PR ノットも試してみたいなということで、今回このボビンワインダーをですね購入してみました。Amazon で見るとだいたい4000円から5000円、もうちょっと高いのがあるっていうところがあるんですけど、このボビンワインダーはですね1つ2500円ぐらいだったので、比較的安いボビンワインダーになっています。でこのボビンワインダーなんですけど、1個はですね自宅用ということで購入して、でもう1個買ったので、もう1個は現場用ということで、持っていって使用したいと思っています。なので2個買ってみました。2個でですね6000円いかないぐらいの値段だったので、かなりお手頃な価格のボビンワインダーだと思います。はい、次はですね4点目、こちらのランクルのデジタルスケールになります。でこのデジタルスケールなんですけど、50kgまで、測れるようなデジタルスケールになっていて、100
30センチまで測れる、簡易的なメジャーもついているというものになっています。実際釣り場に持って行って測るというよりはですね、自宅でですねラインの強度だったりとかノットの強度、結束とかですね、そういう時のテストをする時用に、購入しました。で今まで持っていたダイワの 25kg のデジタルスケールだと、25kg までしか測れなかったので、例えば使ってる PE が4号5号とかですね、ちょっと太めのだと 25kg 以上になっちゃうんですね、切るのに。なのでちょっと今回ですね、この 50kg まで測れるっていうタイプのデジタルスケールを購入しました。はい。で、このデジタルスケールなんですけど、最高 50kg までですね。で、ポンド数でいうと110ポンドまで測れるようになっています。で、下の部分には、このフックがついていて、電池単4電池2本で、駆動するタイプの測りとなっています。はい。5点目なんですけど、こちらのですね YGK のナイロンショックリーダーになります。製品名がですねショックアブソーバー TP3 というタイプになっていて、今回購入したのが110ポンドと130ポンド2本購入いたしました。で、こちらの TP3 の特徴なんですけど、このパッケージの裏にその説明が書いてあるのでちょっと読み上げたいと思います。TP3 はですね直線強力を犠牲にしながらも高テンションドラグに飲み切らずに復元し、耐節操性、超低吸水性に特化しているナイロンリーダーという記載がありますね。で、他とはレベルが違う表面硬度、耐摩耗性最強のナイロンショックリーダーですっていう風な記載がありました。確かにこれ理にかなってるかなというふうに感じました。実際ですね、ヒラマサとかですね、そういう青物大型魚に切られる時って結構根ずれが多いと思うんですよ。なので根ずれだったりとかですね、外れに特化してナイロンリーダー開発されているようなんですね。で、ここ今触ってる感じですね、ちょっと他のナイロンリーダーよりはちょっと硬いかなっていうような印象を受けます。ただ思いっきりバリバリの硬さではなくて、他のよりはちょっと硬いっていう感じですね。はい。で、今自分が使ってるリーダーなんですけど、プロセレのナノダックスで、あとバリバスのオーシャンレコードで、今回買ったこの YGK の TP3 になるんですけど、硬さから言うと一番柔らかいのはですねプロセレのナノダックスで、その次がオーシャンレコード、一番硬く感じるのがこの TP3 のふうに感じました。はい。6点目がですねこちらの YGK パワーハンターの PE12 号になります。パワーハンターの PE なんですけど、メインラインとしてではなくてですね、スペーサー用の PE として今回12号を購入しました。今ですねいろいろなラインシステムを試していて、その中の一つとしてスペーサーを入れたラインシステムにもちょっと試してみようかなっていう形で、今回このパワーハンターの12号を購入してみました。で、自分のメイン PE がですね6号なので、その倍の数値の12号を今回購入したという流れになっています。で、さっき購入した、ボビンワインダーですね、それを使用してメイン PE とこのスペーサー PE を PR ノットで結束しようというふうに考えています。はい。次は7点目のアイテムになります。7点目はこちらのですねシマノのヘッドディップ 200F フラッシュブーストモデルになっています。このヘッドディップなんですけど、特徴的なのがこちらのフラッシュブーストという機能になっていて、揺らすとですねこのキラキラと中で光る、仕様になっています。こちらはですね、魚にアピールして、バイトを誘発させるというような、仕組みになっているようです。このヘッドディップなんですけど、サイズが 200mm というふうになっていて、重さがフックなしで 135g というふうな形になっています。で、今シングルフックを2個つけてるんですけど、1つ 9g のつけていますので2つで 18g、 それを足して、合計でですね 150g を超える重さになっています。製品のパッケージの裏にはですね、ヒラマサ内だったら、ST66 の4スラ0で、マグロだったりとかですね、もっと大きい魚の場合は、ST66 5スラ0というふうに記載がありました。で、シングルフックも 8g から 9g というふうな推奨値が書いてあったので、今回ですねこのシングルフックを2つつけています。はい。次はですね8点目のアイテムになります。8点目のアイテムはですねこのクーゲルのルアーケースになっています。で、このルアーケースなんですけど、横幅が 24.5 センチ、縦が16センチで、この高さが 6.5 センチっていうサイズになっています。なので、23センチまでのルアーは、入るという計算になっています。実際ですね今こ
このダックダイブとかですね、ラピードの 230mm を入れてるんですけど、綺麗に入っているっていう状態になっています。で、中身なんですけど、おそらく大型のこういう大ペンだったりとかですね、ポッパーだとマックス6本から7本ぐらいかなっていう風な感じですね。無理やりもっと詰め込めば入るかもしれないんですけど、取り出しの時とか考えると多分適正は6本から7本ぐらいじゃないかなという風に思っています。でこれ全体的にメッシュ素材なので、使用後ですね、このままシャワーとかでですね一緒に洗えるっていう、タイプになっています。はい、次は最後の9点目のアイテムになります。9点目のアイテムはこちらのレスキューロープになります。こちらはですね、購入したというよりは作成したというような形になっています。以前ですね、8000チャンネルの長谷川さんの方でこのレスキューロープの作成方法を紹介されていたんですけど、以前作ったアイテムはダイソーの方で買った、ケースとかですね、簡易的なものを使って作成したんですけど、今回ですね、このペットボトルホルダーもしっかりした素材のやつだったりとか、あとバックルもつけてみたりですね。で、登山屋さんで買った、しっかりとした、カラビナで、これ 10m のロープですねを使って今回しっかりとした形で作成してみました。で、この下の部分はですね、ここに切り込みを入れていて、この、抜けないようにしてるんですけど、その切り込みがあまり大きくならないような形をしたかったので、ちょっとペットボトルの底の部分を使って蓋代わりにして内側と外側に入れています。ツイッターとかですね、インスタグラムの方では紹介してるんですけど、自分のフィッシングベルトを新しく作り直したので、それにこれをつけて、今後ですね、長考に行きたいなというふうに思っています。こちらのですね、レスキューロープの詳しい作成方法に関しては8000チャンネルさんの方で紹介されているので、そちらの方をご覧ください。下の概要欄の方にですね URL を貼っておりますのでご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。これでですね、7月に購入した釣り具9点の紹介を終わりにしたいと思います。今回紹介した釣り具はですね、すべて概要欄の方に詳細を貼っておきますので、そちらから確認することも可能です。はい、あとご急ぼではですね、各種 SNS やっておりますので、ご気軽にフォローの方お願いいたします。あとですね、まだチャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると助かります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。